最初は美術自体にそんなに興味があったわけじゃなくて、高校生の時サッカーやってて、で大学行こうと思ったけどダメだったので、たまたま美術の方に勉強してなかったんで、美術の方に進んでみたぐらいな感じで、大学になっても特に美術に興味なくて、バンドやったり楽しく過ごして、それで30歳ぐらいの時に、バンドもなんかプロっぽくなれたらいいなぐらい思ってたけど、それもなんか自然消滅しちゃったりして、それで30歳ぐらいの時に、アートに意外と自分が興味があることに気がついて、それでもう何ていうか消去法っていうんですかね、他になんか向いてるものはなかったから、勝負してダメならもういいやぐらいの感じでアートの方に進みました。最初にだから30歳ぐらいの時に絵で勝負しようと思った時に、とりあえず勉強はもう全然役に立たないっていうのは分かってたんですよね。自分のやり方でやんないと人の真似とかしてももうそれはしょうがないから、自分のやり方で一から始めようみたいな時に、美大だと写真みたいな絵描いて絵の基礎だって教わるんだけど、それはもう前から全然しっくりきてなくて、どっちかっていうとちょっと写真みたいな描いてる人は悪いけど、ミュージシャンでいうとのど自慢みたいな腕自慢みたいな感じにしか見えないから、今時もうなんか意味ねえなみたいな感じで、じゃあ俺は何したらいいんだろうみたいなとこから、絵の基礎ってなんだろうって考えた時に、子供とかが教えなくても点と線と丸で人の顔みたいなすごい記号的な解釈から絵描いてるのを、その時はそんなはっきり自覚してなかったけど、なんか本能的にそこから戻れないけどそこから始めようと思って始めてったら、だんだんそれが絵とのやり取りの中で変化していって今の形になってます。それもね後から気づいたんだけど、やっぱ興味はすごく多分あって、結構ニュースとか見てても腹立つし、基本的に街歩いてても腹立つし、なんか人間嫌いだと思ってたんですけど、それはもう裏返しで興味があるから嫌だとか思うんであって、本当興味なかったら多分何も思わないんだけど、多分すごい意識して興味があるから好き嫌いとかすごいあるし、だから後からそれは気づきましたけどね、人間興味あるんだなっていうのは。多分ね意識したことなかったんですけど、多分あってすごい影響されてると思いますね。そう大人になって外国行ってから結構外人とかになんていうの、日本だけどどこで生まれたんだとか、やっぱりあんまり僕の絵も日本だかどうたらみたいな作品じゃないから、なんでこんなの描いてんだってみんな多分思うと思うので、そういう説明せざるを得なくて、説明してるうちに結構そういう影響あるんだなって自分で気づくみたいな感じですけど。なんか挑戦っていうかね、結局なんつうんだろう、ずっとなんか完成してるわけじゃなくて、ずっとチャレンジしてるっていうか、どうやったら絵が良くなるかっていうことをずっとやってるだけで、それの派生として彫刻に手出してるっていう、絵のために彫刻をやってる感じがすごい強くて、その石の作品なんかももうなんか石削ってないし置いて絵描いてるだけだから、絵か彫刻かもうわからないですよ、作品的に。ずっと仕事してた延長でなんて言うんだろうな、自由になってきてるっていうか、いろんな素材使えるようになってきてるんだと思うんですよ。だからいろんなことが割ともう自在にできる感じにはなってて、石の作品はその石を釣りしてて石見た時にひらめいて作品になるなと思って作り始めたりとか、あと、この前鬼塚タイガーとか靴のコラボとか、そういうのもなんか割となんか全然力まずに普通にできるっていうか、すごいなんていうんですかね、なんかアートが上手になったんじゃないですかね多分。最初の頃はやっぱスランプでもう1年分も作品できなくて破棄したりとか、そういう時代もあったので、なんかだんだんジャッジとかが早くなったり、自分の得意なことが伸びてったりして、いろんなことが早くなってるっていうか、
なんか人としても成長した気がするしなんかまあそういう感じだと思いますけど、だいぶ大人になった感じはしますけど、アートやってて。だから多分今だからそういうことができて、別に試行錯誤もあんましてなくて、もういけると思ったらすぐもう作品にするみたいなことができるので、そのままスパッとやった感じですけど、割とまあまあできないことはない感じかな、マテリアルに関しては。プラモデルは趣味で小学生ぐらいからずっと親しんでるんだけど、作品に展開したのはコロナの時からです。プラモデルのメーカーの名前を題名っていうか一応識別的につけてて、そのプラモデルもうないんですけど、パイローっていうのかな、なんかもうなくなってるメーカーなんだけど、そのメーカーのプラモデルのメーカーから僕のプラモデルを出したらこんな方がいいなみたいな、なんかそういうコンセプトで作ったやつなのでちょっと題がついてる。まあ早いと思いますけどね、僕はやりだせばね。1週間かかんないぐらいじゃないですかね。ただその準備の時間があるからなんて集中するための時間は短いんですけど、儀式みたいなのがいっぱいあるんでリフティングしたりとかレコード聴いたりとか、それ大事なんですよ。すごい大事なんです。遊んでるように見えるんですけど、すごい大事。大きさすごい重要で、感覚的っちゃ感覚的なんだけど、この大きさじゃないと意味がない絵とか、この大きさじゃないと意味がない彫刻みたいなのがあって、それでこう大きさ決めてる感じですかね。こういう感じで作りたいのは大きい方がいいなとか、こういう感じだったらちっちゃい方がいいなとか、その一番こう効果がある大きさみたいなところですかね、で決めてる感じ。順番なくてね、もう2つこの状態で描かないと、1個ずつ描くっていうのは無理で、やっぱり絵は全体が影響しちゃうんで、一手がもうやっぱこの状態で描きますね。で、まあ前は2分割してても普通の人型だったので、最近体の方がなんか崩れたようなのとかが多いです。分けて描くとね、なんか絵にならないんだよね。ただアイデアでやったみたいな絵ができる、それだと。彫刻がもともと絵がスランプの時にそれを打開しようと思って作ったのが最初でやってみたら意外とすぐやめるかなと思ってたのが、まあ最初木彫からだったんですけど、だんだん彫刻は彫刻で発展しだして、でその彫刻が進むと絵も進むみたいなサイクルができてきて、それが今こううまく噛み合ってる感じっていうんですかね。石の作品はもう石を見つけて組み合わせて、イメージが浮かんだところでもう8割ぐらい完成してて、そのまま持って帰って絵描くみたいな。なんでその組み合わせるとこがすごい大事。ずっとそのケースとか台もずっとこう試行錯誤して家具屋さんと一緒に作ってて、まあ最近はそのアクリルもかぶせるようなやつとか、足の太さをまあ細くしたり太くしたりいろいろ試しながらやってるとこですね。全然違うんですね。まあ石が特にそうだけど、もう人が一回描いた絵の上に足してる感じですね。もう最初から情報がすごいあるんで、石自体に。で石も殺したくないからベタっと色塗らずに、もうそのままその石の表情を利用してやるっていうか。なんでやっぱ気は楽なんだよね、そっちの方が。全部自分でやらなくていいから絵はもう全部自分でやらないといけないんで大変です。やっぱ難しいやつが一番伸びる可能性はあるんですよ。やっぱ簡単とか楽しいはね、意外とあんまりそんなにいかないかなと思ってて、彫刻ももうアイデアがなくなったら終わりかなっていうのは思ってて、絵はまあ多分もっと全然やろうと思えばいけんだろうなみたいなのが漠然とはありますけどね。その彫刻はもう作ればこうすぐ接続するんですよね、この現実世界に物として。ただ絵の場合はやっぱりもう存在が不自然っていうか、
四角いただの板に何か書いてあるだけだから、あんま接続っていう感じじゃないですよね。その一個同じぐらいのこの世界と同じ強度のものをもう一個作るみたいな、そういう意識が強くて、それはもうはっきりしてて背景があるかないかだけなんだけど、そのなんていうか、そのね、なんかうまく言えないんだけど、人間型だけ作るのか世界全部作るのかっていう違いがすごくあって、まあ、楽なのは彫刻の方がだから楽です。人間だけ作るから。まあ伝えたいものはなくて、ぶっちゃけそのアートが何であるかっていうことはずっとやっぱり考えざるを得なくて、なんで人間に必要かとか、そういうことはなんかもう答えなんかないんだけどずっと考えてて、まあ、僕はやっぱりその僕が何考えて作ってるよりは、やっぱり見る人がそれを見てどう思うかって方が重要だと思ってるから、その伝えたいものはないんですよ。その見る人がいろんなこと考えるようなものを作ってるっていうか、まあ、よくなんかそのインタビューとかでも夕日に例えるけど、まあ夕日とかはね、悲しい時見れば涙出るし、疲れた時見たら明日頑張ろうとか思うとか、人それぞれその自然の現象とかってそういうね、なんか情報が入ってるっていうか、まあ、そういう情報を作品にやっぱり入れたいですよね。まあどうやって入れていいかは全くわからないけど、まあなんか、まあそこは言葉にできないですけど、まあ、そういう情報を入れようとはしてる感じです。だからオーディエンス意識してんのは、いろんなこと見る人が考えるようにっていうことだけ意識してて、だからそのためにいっぱい情報をどれぐらい入れれるかで、かつシンプルにできるかっていうことだけをずっとやってる感じです。まあ結局装飾的であろうが何であろうが、絵が良くなればいいと思ってるから、使えるものは何でも使うっていうか、でより複雑にするためにそういうことをやってると思うんですけど、具体的に何か全然僕も説明できないんだけど、そういうものはその絵にいるっていう僕の判断ですね。いい絵が描けるんだったら別に人型なくすかもしれないし、まあもういい絵描きたいんでね、基本的に。まあ適当なことあんましたくないですよね、アートに関しては。他は別にまあ適当でいいんですけど。なんかやっぱ結構厳しいと思うかな。なんかやっぱりね、ファーイーストだし、やっぱ世界の中心が日本じゃないんで、アートのすごいマイノリティ感は強い感じはしますけど、別にでもアートはマイノリティの方がむしろちょっと価値があったりするから、まあその人たち次第じゃないですかね。まあアーティストならアーティスト次第だし、キュレーターならキュレーター次第だし、個人で何するかじゃないですか。国はあんまり僕は信じてないから、期待もしてないので、個人でどうしようしか考えないです、あんまり。やることはね、いつもあんま変わんなくて淡々とやってるだけなんで、制作をとにかくする時間があるっていうのはすごい幸せだなと思うし、そういう時間がなくならないようにしようとは思いますけどね。いろいろそれが一番かな。あとはまあ発表もしたいですね。やっぱりなんだろう、発表、まあ例えば僕も今54ぐらいなんだけど、この前僕の世代のロックスターが死んで結構ショックだったんですけどいつ死ぬか分かんないから、やっぱなるべく早く、なるべくたくさんって中やりたいなとか思います。